こんにちは、みやびです。今日は冬から春に向けてのアーユルヴェーダの実践法を和食を中心にお話ししていこうと思います。アーユルヴェーダでは私たちの生命を支えるために3つのエネルギーが重要だと考えています。それぞれ異なる役割を持っていて、これらのバランスが健康を維持する鍵となっています。まずこれらのエネルギーはワータ、ピッタ、そしてカパと呼ばれています。それぞれが私たちの体や心に異なる影響を与えています。3つのエネルギーは動作と呼ばれていますが、健康はそのバランスによって決まると考えられています。具体的には生活習慣や食事、過ごす環境が動作のバランスに影響します。例えばストレスの多い生活や偏った食事は特定の動作を増やしたり減らしたりして体調を崩す原因となることがあります。ここからはその3つの動作の説明を簡単にしていきますね。まずワータです。ワータは風のエネルギーを象徴していて、動きや変化を表します。このエネルギーは私たちの体の様々な働きに関与しています。まずワータは神経系に深く関わっていて、感覚や反応の速さに影響を与えます。例えば驚いた時にすぐに反応できるのはワータの働きのおかげです。そして消化する力も影響を与えていて、食べ物の消化とか吸収を助ける役割も果たしています。次にピッタです。ピッタは火のエネルギーを象徴していて、私たちの体に重要な役割を果たしています。まずピッタは消化や代謝に関わっていて、食べ物をしっかりと消化して栄養を吸収するためにとても必要です。このエネルギーが働くことで食べ物がエネルギーに変わって元気に活動できるようになっています。さらにピッタは体温の調整にも重要です。適切な体温が保たれることで体の機能が正常に働いて健康を維持できます。例えば運動とか暑い日にピッタが働いて汗をかくことで体温を調整しています。続いてカパです。カパは水と土のエネルギーを象徴しています。まずカパは体に安定性とか構造を提供してくれます。骨とか筋肉、内臓の構造物は全部カパによって支えられているので、体を維持するのには欠かせない要素です。でさらにカパは体内の潤いも保ってくれています。適切な水分とか分泌液の潤いがあることで肌が健康に保たれて関節がスムーズに動いていきます。例えばこの潤いが不足すると乾燥とか痛みを感じることがあります。こうした基盤が免疫力を高めて病気にかかりにくくします。春の訪れは自然が再生して新しいエネルギーが満ちる季節です。アーユルヴェーダでは冬から春の時期をカパの季節と考えています。この季節は冷たく湿った環境が特徴で、カパの性質である重たさや冷たさが強まる時期になります。このような環境では私たちの体も影響を受けやすくなります。例えばカパの性質が増すことで体が重く感じたりとか、動くのがだるくなったりすることがあります。またエネルギーや消化力も低下しやすくなって食べ物を消化する力が弱くなることがあります。ここからは具体的に春の食事法をお伝えしていきます。春になると特に体が重さを感じやすくなります。そんな時期には消化の良い軽い食事を心がけることがとても重要になります。重い食事をとるとさらに体がだるくなったりとか消化がうまくいかなくなったりすることがあるからです。軽い食事には新鮮な野菜とか果物、豆類とか穀物なんかが含まれています。これから3つ簡単に作れるものをご紹介していきます。これらの食材は体に必要な栄養素をしっかりと摂りながらも消化がスムーズでエネルギーが効率よく補給できるのが魅力です。
次にスパイスの活用法をご紹介します。日本で手に入りやすい食材として生姜、あとは胡椒、特に黒胡椒ですね。あと山椒は消化を助けて体を温めるためにとても効果的です。消化は促進されて胃腸の働きも良くなる効果がとても高いです。体を温めることで血行が良くなって冷えを和らげる助けにもなってくれます。これらを使ったレシピを3つほどご紹介します。食べ物がスムーズに消化されてエネルギーが効率的に吸収できるようになるのでとてもおすすめです。このスパイスを使うことで味にも深みが出てくるので料理がより一層美味しくなると思います。次に温かいスープをご紹介します。温かいスープは体を温めるだけではなくって消化を助ける効果もあるんです。冷たい食べ物とか飲み物は体の温度を下げてしまって消化機能を低下させてしまいます。スープは水分を多く含んでいるので体の潤いを保つのにも役立ってくれます。この後に3つご紹介します。そして苦味のある食材をご紹介します。春には春菊とか大根といった苦味のある食材を積極的に取り入れることが大事です。これらの食材はカパの性質を減少させるのに役立ってくれるんです。苦味のある食材っていうのは体の中をすっきりさせて余分な水分とか重さを解消してくれるデトックス効果がとっても高いんです。それらを使ったレシピを3つほど紹介します。次に日常生活の過ごし方について睡眠のリズムの見直しをお伝えします。自然のリズムに合わせて早めに寝て早めに起きる生活がとっても大事だよっていうのはいろんなところで聞いたことがあると思います。アイルベーダーではこの時間帯も動作のエネルギーが働くと言われていて、この図にあるように2時から6時っていうのはワータの時間といって静かでエネルギーが高まる時間です。この時間に起きることで心と体をリフレッシュした状態で目覚めさせることができます。これを過ぎてしまった6時から10時の時間っていうのはどういう時間かっていうとカパの時間で重たさとか冷たさっていうのが特徴なので体がだるい状態で起きなきゃいけない、ちょっと起きるのも辛い時間帯になってきてしまいます。なのでおすすめは6時前の時間帯に起きてリフレッシュした状態で一日のスタートをすっきりと切るっていうのがおすすめになります。日常生活の過ごし方の2つ目は運動の習慣化です。運動の習慣化っていうのは1日5分でも10分でもいいのでなるべく毎日行ってほしい運動で、カパの季節には特に重要になってきます。この時期には代謝を促進させて体を活性化させるような運動が必要です。例えば有酸素運動であればジョギングとかウォーキング、あと筋肉トレーニング、体のエネルギーを高めてしっかりと代謝を促進させます。あとはヨガを取り入れると心と体を整えながらリラックスしてエネルギーを増やすことができるのでおすすめです。今日はアーユルヴェーダーに基づいて冬から春に向けた和食中心の食事法と過ごし方について解説しました。重さや冷たさの反対にあたる軽さと温かさを意識することがポイントです。このように食事や生活習慣を見直すことで軽やかに春を迎える準備が整います。健康的なライフスタイルを心がけて心身ともに快適な春を楽しみましょう。